今日は曲にインストパートを追加するメタタグインストゥルメンタルを解説するよ。例えばコーラスとバースの間に入れるとサビと2番の間に長めの間奏が入る。イントロの後に歌詞の代わりに入れるとイントロで歌わなくなる効果を出せる。これがインストゥルメンタルの基本の使い方。まあこれは実例を示すまでもないよね。今日はもう少し面白い使い方をしてみよう。歌詞の途中にインストゥルメンタルを入れる。歌詞の各行の末尾に入れてみたり、本当に歌詞の中間に入れちゃったり。これは実例を聞かないと効果がわからない。だから今回はこれの実例を聞いてみるよ。実例に入る前にもう1点だけ触れておくよ。歌詞をよく見るとメタタグを丸括弧で囲ってるね。メタタグは基本的に角括弧で囲うけど丸括弧の方が効果的になる場合もあるんだ。括弧の差も実例で紹介するよ。スタイルは J-POP メロディックピアノ。歌の合間にインスト、それが私の愛情。歌方みたいに儚い、むしろ見る価値あり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 。歌詞の途中のインストゥルメンタル、実例を聞いて効果はよく分かったと思う。角括弧のインストゥルメンタルはかなり長めのインストパートを生成する。歌詞の途中に入れると歌詞1行程度の長さ。長すぎてちょっと扱いに困るね。基本的には動画の最初で紹介したような歌以外のパートで使うメタタブだと思うよ。丸括弧のインストゥルメンタルは効果が短い。歌詞1行の半分程度の長さになるかな。その効果時間の短さを利用することで歌の途中にインストを挟むことができるよ。ただ無茶な使い方をすると破綻しやすい。破綻の例はこの後の実例で紹介するよ。さてこのメタタブで一番気になるのは指定した楽器を鳴らせるかどうかだと思う。例えばピアノの音を指定して鳴らせるか。私が実験した限りではそれは難しいと思う。楽器を指定するメタタブもあるんだけどそれを入れてもあまりうまくいかないんだ。だからピアノの音を鳴らしたいときは最初の実例のようにスタイルにピアノを入れて曲全体にピアノの音を混ぜることでインスト部分もピアノが鳴るようにさせる。動画の後半ではこの方法を使ってインストゥルメンタルに狙った楽器を入れてみるよ。歌の合間にインストコ、それが私の愛情。歌方みたいに儚い、
歌の合間にインスト、それが私の愛情。歌方みたいに儚い、むしろ見る価値あり。歌の合間にインスト、それが私の愛情。歌方みたいに儚い、むしろ見る価値あり。歌の合間にあんまりインスト、それが私の愛情。歌方みたいに見たがいい、むしろ見る価値あり。スタイルに楽器プロンプトを入れることでインストゥルメンタルの楽器もある程度指定できる。曲全体でその楽器が鳴っちゃうけど、まあこれ以上の方法はないんじゃないかな。最後に一つだけ注意しておくよ。歌詞の最初にインストゥルメンタルはうまくいかない。実際の音楽ではこういう構造も多いけど、スノではどうやっても反応しなかった。サビの開始イコール歌の開始だと認識しちゃう。うまくいく方法があったら教えてね。それじゃまたね。